皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による日本に対する挑発が強まっています。中国の空軍機が日本の戦闘機に対するレーダー照射を行いました。今回はこの事件について解説していきましょう。まず、何が起こったかを押さえておきます。中国軍機からのレーダー照射、断続的に2回、領空侵犯は確認されず、防衛省は航空自衛隊の戦闘機が沖縄本島南東の公海上空で中国軍の戦闘機から断続的にレーダー照射を受けたと明らかにした。自衛隊機と隊員に被害はなかった。日本政府は危険な行為として外交ルートなどを通じて中国側に強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた。今回の事件が発生した場所はこちら。赤丸バッテンのされている場所、レーダー照射をした中国軍機が発艦した空母、遼寧の位置だとされています。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を防衛省が公表するのは初めて。防衛省によると、午後4時32分から約3分間、2回目は6時37分から約30分間の2回、対領空侵犯措置を実施していた航空自衛隊の F-15 戦闘機が中国海軍の空母、遼寧を発艦した J-15 戦闘機から断続的にレーダー照射を受けた。中国の空母遼寧は東シナ海から沖縄本島と宮古島の間を南東進し、公海上を航行、訓練を行っていたものとみられています。レーダー照射時に双方の距離は目視で確認できないほど離れており、戦闘機の機種に備えられたレーダーは周辺空域の捜索やミサイル発射に向けた火器管制といった目的で用いられる。攻撃される恐れからパイロットの緊張が非常に高まる。自衛隊機は通常他国軍機への断続的なレーダー照射を行っていない。今回の中国側の意図について防衛省は予断を持って回答することは控えるとする一方、捜索目的であれば断続的に照射する必要はなく、火器管制の可能性も残ることから危険な行為と判断した。では、レーダー照射とはどのような位置づけなのでしょうか。空自の元幹部は、火器管制使用時はロックオンを意味する。元幹部によれば、戦闘機のレーダーには相手機を見つける捜索用とミサイルを誘導する火器管制用がある。捜索用は首を振るように広い範囲に電波を当てるため、断続的に機体に照射する。火器管制用はずっと目標機に電波を当て続けることになり、周波数も変わる。艦船と異なり、航空機はレーダーの収容スペースが限られるため、同じレーダーを捜索用と火器管制用に切り替えて使用する。捜索用を自動的に火器管制用に切り替えることも可能という。今回、レーダー照射した J-15 は、ロシア製スホイ33戦闘機を改造した第 4.5 世代戦闘機という。J-15 の場合、数百キロメートル先から捜索用レーダーを出して相手を発見でき、さらに接近してから火器管制用レーダーに切り替えてロックオンする。J-15 が搭載する空対空中距離ミサイル PL-12 であれば、射程は数十キロメートルだという。というわけで今回の中国軍機による自衛隊機に対するレーダー照射は問題があります。まず第一に、空に何が飛んでいるかを探すだけであれば断続的にレーダーを使うものであり、それ自体は問題ではありません。問題なのはここで2回断続的に集中的に航空機に対してレーダー照射していることから、これがロックオン状態ではなかったかという点です。そしてロックオン状態が何のために行われるかといえば、それは相手に対する攻撃を行う前の段階だということです。戦闘機の場合であれば空対空ミサイルを発射する前の段階として標的に対してロックオンを行います。ですから今回の行為というのは非常に危険だと言われるのは、そうした軍事行動も行えるぞというような前段階だからこそ問題視されるわけです。ただし実際にミサイルを撃つのと撃たないとでは大きな違いがあります。ここに注意ポイントがあります。例えば今回のニュースを受けてインターネット上では、相手がロックオンしたのであれば、これはもう相手の戦闘行為なんだから打ち返して撃墜してしまえばいいじゃないかというような意見もあります。しかしこれはまさに相手の挑発に乗っかった行為であり、むしろ日本側の方が非難を受けるため、その挑発に乗ってはいけません。ロックオンというのは相手に対する威嚇行為、それこそ武器を見せびらかして自分の力を誇示する行為なわけですが、じゃあだからといって相手がその武器を使ったかといえば使ってはいないわけです。今回レーダー照射が行われた場所も公海上、つまり公の海の上であって、日本の領空侵犯を行ったわけではありません。そして公海上であれば、その場所で訓練を行うこと、それ自体も何か違法行為ではありません。だからこそ相手の挑発行為に対し安易に乗っかって、こちらの方が踏み越えてはいけないわけです。ただし、自衛隊機が他の国の戦闘機に対してレーダー照射を
必要に行ってロックオン状態にしないのと同様に、通常はこのような相手軍機に対してロックオンをしないというのが常識なわけです。それこそかつて米ソの冷戦期においては、ソ連軍とアメリカ軍の戦闘機が近づいた場合においては、ロックオンすることもたびたびあったのではないかと言われるぐらいに、神経をすり減らすような行為が行われていたと言われています。しかし、通常何の戦闘行為も行われていない、もしくははっきりとした敵対状態といったものが明確になっていない段階においては、このようなロックオン行為というのは通常はしないものなのです。それを中国がやってきたということは、基本的には現在の日中関係の状態を表していると言えるでしょう。高市政権では基本的に今回の件を発表し、中国側に抗議を行っています。黙っていないぞということを明確にしたわけです。ただし同時にもう一段階対応を取るといったことも必要でしょう。一番よくあるパターンというのが国際社会に訴える。これは当然のように中国の行為がいかにして日本を挑発しているか、どっちの方が悪者ですかといったことをしっかりと国際社会に訴えておく必要があります。そんなことをしなくても中国の方が悪いに決まっているじゃないかというのは、現在のプロパガンダが横行する社会においては黙っている方が悪者にされてしまうものです。今回の一件でも中国側は自分たちは訓練を行っていて、それを航空自衛隊がなんか邪魔しようとしていたんだからといった具合にして日本側を悪者にしようとしています。ですからしっかりと自分たちの方が正しいと思っているだけではなく、自分たちの方が正しいんだということをきっちりと多くの国々に伝えていくことが必要なわけです。その上でここまでは高市政権では取り組むとしていますが、もう一段階踏み込むとすれば、何といっても中国側に対して少しでも明確にノー、そして明確に中国側に対して打撃を与えるようなことを準備もしくは実施しておくことが必要です。例えば中国側は高市首相の存立危機事態発言に対して日本に対して旅行に行くのをやめなさいといった具合にして中国国内に呼びかけています。これに対応する動きとして日本側は日本人こそ中国に行くのは非常に危険な状態だということをしっかりと外務省のホームページなどで載せて、旅行に行くのは危険な国だということを明確に宣言すべきだと思います。現状においても中国においては日本人が日本語を喋っていると、それをもってして何か危険な事態に陥る危険性があると、はっきりとそのことは多くの人たちに伝えられている状態です。日本企業が中国に出張などで行く場合、もしくはそれによって住む場合などにおいても安易に日本語を使うことを警戒せよというような話もあるぐらいです。それぐらいのことを考えると、日本人が中国に行くことなどははっきりとその危険性などを訴えるべきなのです。またそれに加えて中国側が日本に対して旅行に行くのをやめるようにと訴えかけるぐらいであれば、日本側もしっかりとそれに対応する形でビザの申請などに対して非常に高額な手数料を課すなど、そのぐらいの措置は取るべきでしょう。今回の一件は自衛隊機に対するレーダー照射なわけですが、だからといって同じように中国の戦闘機や艦船などに対してロックオンしようというような対抗措置を取ってはいけません。それこそ相手の挑発行為に乗ってしまいます。違うところで決して報復ではありませんよというポーズを取りつつも相手に対する制裁を取るというのは、それこそ外交上のカードのやり取りというものでしょう。今回は中国軍機による日本の自衛隊機に対するレーダー照射、これがロックオン状態ではなかったのか、それが日本に対する非常に強い軍事的な挑発行為ではないかといった点について解説を行いました。私の提案としては中国側の挑発に乗らず、しかしっかりと中国側に対する制裁を課していく。日本側には何のカードもないとよくテレビコメンテーターなどが言うのですが、やれることはあるわけで、むしろ何もないかのように言うことの方が私は間違っていると思っています。なお、ここ最近私ちょっと動画を休んでいるのですが、もう完全に体調を崩している状態で、今日も鼻詰まりがひどい状態です。もともと滑舌が悪く、声もくぐもっているので、ちょっと聞き取りづらいとは思いますが、ちょっとご了承ください。治っても、だからといって滑舌が良くなるわけではないので、そこもちょっと突っ込まないでください。そして、ここ最近思うことなのですが、こうした中国問題について取り上げると、お前自民党から金もらっているだろうみたいなコメントが入ってくることがあります。YouTube ではないのですが、X の方だとそういった意見というものが届くようになりました。この点についてちょっと勘違いが広がっているなと思う点があります。まず第一に、多くの人々が関心がある話題に関しては、関心があるイコールそれについての情報発信をすれば必ず利益が出るといった構図で
集中的に動画を出す人たちがいます。以前であればそれほど目立つわけではなかったのですが、現在ではよりその傾向が強まっていくこととなっています。なぜならば AI による動画制作というものがどんどんと簡単にできるようになってきたからです。AI に対してこの問題に対してはどのような解説をすべきか、そのことを投げかけると、疑似的な専門家として AI がシナリオを書いてくれて、それを読み上げる。そしてその読み上げも AI に任せるといった形で、さらにはその動画を紙芝居的に作ってねと AI に投げかかれば、それなりのものがサクッとできるといった具合にして、以前よりも動画を発信するペースがどんどんと高まっているわけです。そのような動画を作る人というのは別に中国問題に対して強い関心があるわけではなく、人々の関心が強い話題に関しては何でも食いついていきますよという一つのビジネスとして行っているわけです。ですから今のような状態では日中関係に関しての動画は増えるでしょう。そしてもう一つ注意しなければならないのが、お金儲けのためにやっている人だけではなく、国家が自分たちの主張を広げるためにもそうした AI の活用はどんどんと広がるということです。特にロシアや中国、そういったところは政治宣伝工作に対して予算をしっかりとつけていますから、そのための専用の人材育成もして、それによって操られた AI は大量に動画を作成し、世界中にばらまく。それによって自国にとって有利な世論工作を行うといったことがどんどんと日常化していくこととなります。そのことをある程度頭の中に入れた上で、この人以前からこういった問題について話していたかな、いやそもそもこの情報発信誰がしているかわかんないけれども、なんか動画だけは大量に出ているなとか、そういった発信元の素性についてもちょっと考えた方が良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。皆さんは今回の意見についてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。